サルカニ合戦。昔々、これは昔のお話。猿が柿の種を、カニがおにぎりを拾いました。カニがおにぎりを食べようとすると、猿がカニに言いました。カニさん、この柿の種と、そのおにぎりを交換しようよ。ところがカニは、食べられない柿の種なんて欲しくありません。僕は美味しいおにぎりの方がいいよ。カニがそう言うと、猿が言いました。でもね、カニさん、この柿の種が大きくなって実がなったら、甘い柿をたくさん食べられるんだよ。ほら、交換しようよ。そんな風に言われて、カニはおにぎりと柿の種を交換することにしました。カニは早速、柿の種を地面に植えると、早く芽を出せ柿の種。でないとハッサミでちょん切るぞ。と言いながら水をあげました。柿の種はちょん切られたくありません。もぞもぞ、もぞもぞもぞ、ぴょん。すぐに芽を出しました。おー、芽が出たぞ。よーし。カニは嬉しくて、もっと柿の種に声をかけながら水をやりました。早く木になれ柿の種。じゃないとハッサミでちょん切るぞ。芽を出した柿の種はちょん切られたくありません。どんどん大きくなって、大きな柿の木になりました。おー、大きくなったな。あれ？でも、まだ美味しい柿の実がなってないぞ。よーし。早く柿の実が食べたいカニは、また声をかけながら水をやりました。早く実がなれ柿の種。じゃないとハッサミでちょん切るぞ。ちょん切られたくない柿の種は、大きな木に、ポンポンと、美味しそうな柿の実をつけました。やったー！たくさん実がなったー！たくさん柿の実がなって、カニは大喜び。すると、そこにまた猿がやってきました。おー、カニさん、たくさん実がなったね。でもカニさん、君は木に登れないだろ？僕が登って取ってあげるよ。猿は親切そうにそう言うと、ひょいひょいと柿の木に登り、柿を食べ始めました。にゃん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 。この柿は、本当に美味しいな。猿は柿の木の枝をスイスイ登りながら、美味しそうに柿を食べ続けました。それを見ていたカニが、おーい、お猿さん、僕にも柿を取ってくださいよ。と叫んでも、聞こえないふりをして柿を食べ続けます。ねえ、お猿さんってば、ねえ、僕にも柿を取ってくださいよ。何回も叫ぶカニが嫌になった猿は、もううるさいな。これでも食らえ！シュッ！バーン！まだ柔らかくなっていない緑色の柿をカニに投げつけました。そしてカニが痛そうに倒れているうちに、たくさん柿を持ってどこかに行ってしまいました。いたたたたたた。カニはしばらく痛そうにしていましたが、ちょっとずつ怒り出しました。そして、もう怒ったぞー！カニはカンカンに怒りました。こうなったら僕もお猿さんに仕返ししてやる！こうしてカニは猿の家に仕返しに行くことにしました。カニは猿の家に行く途中でお友達の栗と蜂に会いました。おーい、カニさん。怖い顔してどこ行くんだい？僕に硬い柿を投げつけて逃げていったお猿さんに仕返しに行くところなんだ。カニは栗と蜂に猿にされたことを話しました。すると、僕のお友達にそんなことするなんて許せない！僕たちも一緒に行くよ！こうして栗と蜂も一緒に仕返しに行ってくれることになりました。またしばらく歩いていくと、うんちとハリとウスに会いました。おーい、カニさんたち。そんなに怒った顔してどこに行くんだい？カニは
うんちとハリとウスに猿にされたことを話しました。すると、なんだって？僕たちの大事な友達にそんなことするなんて許せない。僕たちも一緒に行くよ。こうしてうんちとハリとウスも一緒に猿の仕返しに行ってくれることになりました。みんなで歩いていくと猿のお家に着きました。猿のお家に着くとカニ、栗、ハチ、うんち、ハリ、ウスはいろいろなところに隠れました。猿のお家の中を見て、どこにみんなが隠れているか見つけてみてね。カニはどこにいるでしょうか？そう、壺の水の中。栗はどこにいるでしょうか？そう、鍋の横のいろりの中。蜂はどこにいるでしょうか？そう、窓の外から覗いています。うんちはどこにいますか？そう、窓の外で待っています。ハリはどこにいますか？そう、布団の中にいます。最後に、ウスはどこにいますか？そう、屋根の上です。みんなが隠れながらお家で待っていると、猿が帰ってきました。寒い寒い。寒い外から帰ってきた猿は、すぐにいろりに火をつけて温まりました。でもそこには、そうです。栗が攻撃する準備をしていました。よーし、僕の出番だ。もっと熱く、もっともっと熱く。よーし、今だ。おりゃー！あちー！栗は熱くなると、思いっきり猿に向かって飛んでいきました。あち、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 あち。猿はやけどしないように冷やそうと、水の入った壺の近くに行きました。すると、いったーい！今度は壺の中にいたカニが猿の手を挟みました。そして、あいたた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 。窓の外にいた蜂も猿をお尻の針で刺しました。痛いよー。何が起こってるんだ？とにかく今は布団の中に隠れよう。暑かったり挟まれたり刺されたり、わけがわからなくなった猿は布団の中に隠れることにしました。でも、いたた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 た、ここも痛いよー。布団の中に隠れていた針が猿をいっぱい刺しました。痛い、痛い、痛いよー。もうこの家から出て行こう。猿は怖くなって外に飛び出すと、すってーん！あいたた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 。外で待っていたうんちで滑って転んでしまいました。そして、ドスーン！あいたたたたた。もう嫌だ。屋根の上にいたウスが落ちてきて踏まれてしまいました。なんで僕がこんな目に遭わないといけないんだよ。猿がウスに言うと、猿くんが僕の友達のカニくんに柿を投げつけたからだ。とウスが答えました。そのことを聞いて猿はカニたちに柿を投げたことを謝りました。そして猿が謝ったのでカニたちは猿を許してあげました。こうして猿とカニたちは仲直りをしてみんなで美味しい柿を食べました。そしてずっと仲良しなお友達になりましたとさ。おしまい。皆さんこんにちは。世界中を紙芝居で笑顔に、紙芝居師のたかちゃです。僕の紙芝居を見てくださってありがとうございます。今日のお話は猿カニ合戦でした。皆さんどうでしたか？楽しんでいただけましたか？日本に伝わる猿カニ合戦は猿がたくさん仕返しをされて最後死んじゃう話が多いんです。でもそれはちょっと悲しすぎるので僕はみんな仲良くハッピーエンドにさせていただきました。感想などよかったらコメント欄にお願いします。そして高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。